どうもです。クラゲトウミと言います。普段は作品作りをしたり配信をしたりしています。今回の動画では僕が最近作った歌ってみた動画がどんな風に出来上がっていったのか、その裏側を紹介していきます。企画の段階から各シーンごとの演出のこだわりまで盛りだくさんなので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。まず制作メンバーについて。今回の映像は同期のルチカちゃんと小鳥ちゃんの2人と一緒に作り上げています。2人はどちらもイラストレーターなので、基本的に映像側の作業は全て僕の方で担当しています。では本題に戻って、まず最初にやるのが企画と映像構成です。具体的な映像の方向性の話はまた別のセクションでお話ししますが、今回は歌ってみたの作品ということで、まずは歌割りから始めました。歌割り自体は小鳥ちゃんがしてくれて、それをもとに僕の方でスプレッドシートにまとめています。わかりやすいよう色分けをしながら、歌割りと同時に各シーンに 1A、1B のような名前を付けて整理をしています。このアルファベット部分、例えば A とか C っていうのはメロディーが同じパートを表していて、1A は1番の A メロ、6C はラサビというふうに呼んでいます。映像構成の過程で本来なら絵コンテとかビデオコンテを用意するところですが、今回は本家のオマージュもあったり、そもそも自主制作ということもあって、構成は僕の頭の中で組み立てて、それを2人に伝えながら進めていきました。映像の構成がある程度固まったら、イラストレーターの2人にはイラストやアニメを描いてもらいます。小鳥ちゃんには最初に3人の衣装が分かる資料を作ってもらって、イラストレーター2人で認識を合わせながら各自作業を進めていきます。イラストを描いてもらっている間、僕は僕でイラスト以外のグラフィックデザイン、そしてそれを動かしてモーショングラフィックスにしていきます。今回で言うと歌詞の文字や図形が動いたり、そういったイラスト以外の演出は全部僕がデザインから担当しています。イラストが出来上がったら僕の方でそれにアニメーションをつけていきます。シーンによっては動かしやすくするために僕の方から改めてパーツ分けをお願いすることもあります。特にイラストを使った映像作品でクオリティを追い求めていくと、こういったイラストレーターとの細かい連携は重要になってきます。イラストを動かしたもの、モーショングラフィックス、アニメ、最後組み合わせていくのがコンポジットです。どうやったら要素同士が自然に混ざり合ってまとまって見えるかを考えながら、エフェクトをかけたり色味を調節したりしていきます。ここまで来たら映像は完成です。かなりざっくりとした説明にはなりましたが、今回はこんな感じの作業工程で作品を作り上げました。今回は二次創作ということで、まずは楽曲チーズについて自分なりにどんな曲なのか歌詞の解釈をしてみました。この曲は一言でまとめると、成熟の裏側で揺れるアイデンティティについての楽曲かなと思っています。簡単に文章にも起こしてみたので読み上げると、昔は嫌いで避けていたチーズを何の気なしに食べている自分に気づいた時、主人公はハッとする。知らないうちに自分の考え方や感じ方が変わっていたことに驚きを感じる。この楽曲でチーズは単なる嫌いだった食べ物ではなく、若い頃に受け入れたくなかった普通や世の中の当たり前の象徴としても描かれている。理想を追いかけてたはずの自分は気づけば周りに合わせることを覚え、それを当たり前のように受け入れていた。自分らしさが薄れていくことへの不安と、もう前の自分には戻れないという寂しさが心の奥に残る。それでもこれが大人になるってことなのかもしれないと思いながら、その気持ちを飲み込んでいく。この曲はそういった気づきや葛藤を通して大人になることの難しさを描いているといった感じかなと思います。歌詞の中の What is growth? 味覚が味か、大嫌いだったのにこんなにもあっさり、きっと僕のヒーローはこうなったりしない、苦しくない自分が苦しいなどは、まさにその葛藤を表している歌詞かと思っています。もちろんこれはあくまで個人的な解釈ではあるんですけど、そういった歌詞の解釈、
作者の千野蔵さんのコメントなども踏まえた上でキャッチコピーを設定しています。嫌いが好きに変わったのはチーズ、それとも私？英語だと From hate to love Did cheese change or did I? これはかつて嫌っていたチーズを平然と受け入れてしまっている自分に対して変わったのは外側チーズなのか、それとも内側自分なのかという問いかけになっていて、価値観の変化に気づいた瞬間の戸惑いを切り取ったものになっています。そしてこのキャッチコピーは要所要所のタイポグラフィーのデザイン要素として使っています。映像の方向性についてざっくり3つにまとめると、まず1つ目は全体的な映像の方向性として本家の構成や演出をオマージュしつつも自主制作だからこその自由度を生かし自分の理想を詰め込んだ作品にすること。2つ目は全体のトーンとして可愛くておしゃれでちょっとポップな雰囲気をベースにしながら楽曲が持つちょっとした闇の部分も要所要所でちゃんと演出として取り入れること。そして最後は今回はイラストレーターが小鳥ちゃんとルチカちゃんの2人ということで異なる方向のイラストレーターを生かす構成にすること。メインのイラストは全編を通して小鳥ちゃんが担当、 1B パートは夢の中の出来事という設定で 3Me のチーズ作りをテーマにした完全オリジナル演出で展開し、そのミニキャライラストはルチカちゃんが担当です。こうすることで全体の世界観は保ちつつも遊び心あるアクセントを与える構成にしています。さてここからがいよいよ本編です。まず最初は何度も登場するサビのシーンから解説していきます。やはり特徴的なのはこの僕たちのイラストです。僕だけで顔が7種類、ポーズが4種類でパターンは28通り。ルチカちゃんが顔が7種類、ポーズが5種類。小鳥ちゃんが顔が9種類でポーズが4種類。3人合わせるとなんと100パターン近くの組み合わせがあります。なるべく効率的に非破壊的に処理したいので、まず基盤としてそれぞれの顔とポーズをアニメーション付きで簡単に設定できるように仕組みから作っていきました。次は絵文字アニメーションです。ベースは Twitter の絵文字で、それを 3D 上で立体化して簡単な回転のアニメーションをつけていきます。そして三角形をベースにした背景。この曲は全部でサビが4回出てきます。その中で一貫性を持たせつつも単純な繰り返しではなく、各サビに変化を持たせたくてこの背景に差をつけました。まずベースは平面的に三角形を変形、プラスそれに回転を加えるアニメーション。三角形がなるべく互いに干渉しないように調節する必要もあり、地道に三角形の点をアニメーションさせます。この基盤となっているものは1回目のサビで使っていますが、これをアニメーション付きで 3D ソフトへデータを持っていくスクリプトを自分で開発して、2回目以降は 3D 上でいろんな表現で遊んでいます。ここまで来たらこの背景の三角形と絵文字を少し面白く合成していきます。2つの要素が重なっているところとそうでないところでパーツごとに色が変わったりと複雑な要件をクリアするようにレイヤーを重ねていきます。ただ重ねたものと最終版を見比べるとワンランク良くなったのがわかるかなと思います。では改めて冒頭から見ていきましょう。岩の色の固形物からのスタートなので、その固形物にちなんで立体的な球体ブロックが歌詞に変化していくところから始めています。フォントの特徴を生かしながら歌詞を登場させつつ、チーズの穴、いわゆるチーズアイをイメージした穴が広がっていくアニメーションで歌詞が移り変わっていきます。ちなみにこの穴の広がり方は無限に半自動でパターン生成できるプログラムを組んでいます。続く冬の部分では発音がリンクしていることもあってビジュアルにもその関連性を取り入れています。ここで一つ小ネタなのですが、画面横にあるフレームデザインは実はチーズをイメージした三角形とラインを使ってモールス信号でチーズと書いてありました。公開直後に気づいている人がいて嬉しかったです。続いてここのパートはスクリーンに釘付くという歌詞に合わせて一気に背景色もテイストも変えて見ている人にもと釘付いてもらいたい、
そんな意図の演出でした。ダークヒーローをイメージしたアイコンを自分で作って最後瞬きをさせているんですが、これが次のカット、電車で目覚める僕の瞬きにつながるようになっています。電車のシーンでは窓から見える街並みも 3D ソフトで作っていて、近くの建物ほど早く動いて遠くのものはゆっくり薄く見せています。こうすることで自然な遠近感が生まれています。次のパートに向けて電車のスピードも少しずつ上げていき、空の色を変えることで時間の経過も表現して、最後ルチカちゃんがうとうと寝落ちてしまって 1B パートの夢の中の演出につながっていきます。1B パートは夢の中の出来事という設定で 3Me のチーズ作りをテーマにした完全オリジナル演出になっています。このお話はルチカちゃんが考案してくれたもので、ルチカちゃんの提案をきっかけに僕がチーズを作り始める、そんなストーリーになっています。コマの割り方は映像の展開に合わせ僕の方から指示を出して細かく連携を取りながら制作を進めました。歌詞解釈のところでも触れましたが、キャッチコピーの変わったのはチーズそれとも私という問いに対して本来の答えは私が変わったであるべきなんですよね。でもここではあえてチーズの方が失敗して変わってしまったのかもという要素を演出に入れ、前提を疑うことでテーマそのものを際立たせられると考えてこの演出を採用しました。ビジュアル面ではレスポンシブモーション漫画を目指していて、小回りのフレーム自体が動いたりコマが出るたびレイアウトが変わったりと動画ならではの面白さをたくさん詰め込んでいます。コマ全体の横幅やそれぞれのスペースも全てコードで連携しており、柔軟にかつ自由度高く設計されています。冒頭は本家のオマージュを取り入れつつ、ここのパートは直前の 1B パートが漫画的な表現だったため、本つながりで少し小説の挿絵のような構図にしてみました。小鳥ちゃんのパートは早口な歌のテンポに合わせて歌詞の文字も細かく区切り、リズミカルに展開する演出にしています。ルチカちゃんのパートでは本家でキャラクターの周りをオブジェクトが円状に回ってる演出があったのをヒントに、そこから発想を広げて円をテーマに文字や図形を自由に配置する独自の演出に仕上げました。最後にはその円をテーマにしたグラフィックが実はルチカちゃんの目だったという展開につなげています。感想にあたるこの 3F パートでは 1B パートとつながる形でチーズの作り方をテーマにモーショングラフィックスを作りました。流れとしては球、丸、四角、立方体、六角形、切り込みが入って割ってチーズ立体化、チーズがくるくる踊った後もう一度球に戻るという風に頭とお尻がつながるループ構成になっています。立体的な表現と平面的な表現を織り交ぜて、いつの間にか次元が入れ替わっているような感覚を演出しています。制作には 3D ソフトと 2D ソフトを組み合わせていて、まず 3D 上で球から立方体への展開を作り込み、続いて六角形を割ってくるくる踊る場面、3D で作った素材をもとに 2D 側で平面的な装飾やアニメーションを加え、空間と平面を行き来するような変化を持たせています。いろいろな視覚的な仕掛けも入れていて、例えば立方体を縦に45度、横に 35.3 度回すとシルエットが正六角形に見えるという作詞アートにも使われるテクニックを応用したりしました。こういった細かい工夫で単なる形の変化以上に見ていて楽しい演出に仕上げています。さらに3度目のループでは一拍おきに新しいカットを追加することでラッサビに向けて高揚感をどんどん高めていきます。螺旋状チーズや六角柱チーズ、立体チーズなどいろいろなバリエーションを遊びながら作りました。感想が終わった後、ラッサビ直前では小鳥ちゃんの作画アニメを使ったカットが入ります。ここでは音に合わせてかき立てるようなエフェクトを重ねたり、自分自身が壊れていくような印象を与える演出に仕上げました。曲のテンションとシンクロさせながら
感情が揺れるような表現を意識しています。ラスサビではそれまでのサビよりもさらにカット数を増やして映像の密度と勢いを高めています。フレームから飛び出してくるルチカちゃんのシーンではパーツごとに飛び出し方を細かく変えているため、小鳥ちゃんと密に連携しながら丁寧に作り込んでいきました。背景では膨大なチーズの間をくぐり抜けていくような演出にしてスピード感と高揚感をさらに強調しています。そして最後の夢の中で狂い咲くのチーズのところではここで初めて3人全員が一つの画面に集まる演出を入れました。冒頭部分は 1D パートを一部流用しつつ小鳥ちゃんからアイデアをもらってとろけさせてという歌詞に合わせてルチカちゃんの持っているチーズが伸びるシーンを入れました。そして最後の小鳥ちゃんのシーンは僕自身かなりお気に入りの一つです。 3D 空間の中に小鳥ちゃんが立っていてそこにカメラが寄っていきながら動きの瞬間瞬間を切り取るように演出しています。実はこのシーン最初にもらった素材は全身が描かれてなかったんですが演出を思いついて小鳥ちゃんに追加で書き足してもらいました。最終的にとても臨場感あふれる締めになったのかなと思います。さて今回は初めての長尺作品解説動画だったんですがいかがだったでしょうか。好評だったらまたこういった制作の裏話や作品解説の動画も出していこうと思っているので、もし楽しんでもらえたらぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後にルチカちゃんと小鳥ちゃん2人に初めて完成した作品を見せた時のリアクションを流して動画を締めくくろうと思います。それじゃあまたね。流れてますか？流れてます。おー、すごい。かっけーかっけー。おー、かわいい。出たこれ。出た、あ、すっげえ。可愛くないここの漫画。かわいい。ぬめぬめだ。いいじゃん。かわいいじゃん。かわいい。かっけー。ルチ照れちゃうよ。ルチが泣きそう。嘘。泣かないで。すげえんだけど。もうなにかわいい。ここかわいい。すごっ。すっげー。すっげえ。すっげえね。すっげー。すごーい。よかったね。お疲れ様でした。すごいね。もうこんな感じになりました。すごい。めっちゃいいよ。お疲れ様でした皆さん。すごいなんか本当に。ものとしてすごい見応えがある。すごい動くじゃん。すごい。あ